はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングを通して今のこの流れの中でどんな気づきがあるかを一緒に見てみたいと思います。よろしくお願いします。こういったカードを見たり星のね情報を聞いたりすることで意識が少しでも広がると問題だと思っていたことが問題じゃなくなったりとか解決策が見えてきたりもあるかもしれませんし、一番はやっぱり自分のやりたいことを抵抗なくスッとできるようになるようなそんなヒントとなる情報をお伝えできればいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。4月前半です。ワンドの2逆、そしてソードの5、そしてソードのページ逆、女帝逆、ワールド、皇帝、ソード10逆、いいですね。気をつけること対策が、あとラバーズの逆とソードの4の逆、そしてオラクルはじゃんペンタクルスの7の逆です。なるほど、いいぞいいぞって感じがしました。はい、前回もねすごく勢いがあるっていう感じのカードの結果でしたけれども、まず4月の頭ちょっと星の話をさせていただくと3月の31日から金星というね社交性とか愛情とかお金とか価値っていうもの美しさも含めそういったものが大志座に入るので獅子座の皆さんにとっては自分の世界自分の環境や仕事に対してとか自分が生きている環境の中で喜びが出てくるよとかちょっと社交性が広がって嬉しいことがいっぱいあるよみたいなそんな感じなんです。なので普段の何も変わらない生活だったとしてもご自身がその生活の中で喜びを見つけやすくなるっていうこともあります。でも一般的にはこういう時はね社交性が上がってる時なんですね。外に行こうかなとか誰かと会いに行こうかなもそうだし活動していくのが楽しいなっていうような時なんですね。それがね4月24日ぐらいまでは入ってますから楽しいんじゃないかと思います。でさらに4月10日から火星というバイタリティ切り開いていく力チャレンジみたいなそういったエネルギーがお羊座に入るので獅子座さんは本当に遠くまで行くみたいな遠くまで行く走っていくバイタリティがあるっていう感じがします。はい、すごい力強いですね。どこまででも行くみたいなその自分の行動を止められませんっていう感じかもしれませんしそれぐらいの勢いがあってとってもいい時なんです今ね。なのでご自身が本当実際に物理的にどこかに移動するっていう方もいらっしゃるでしょうし、それ全然いいですしどこも行かなかったとしても自分の意識がものすごく飛躍するみたいなねそういうのもありますし考え方がすごく広がるっていうこともあるのでとても運勢的にはなんていうのかな本当に広がっているって感じなんです。でどちらかというと高いところから引っ張り上げられているみたいな、そういうイメージがあります私の中には。でねさらに4月の20日以降はね社会運とかも出てくるのでその前に自分っていうものをどこまでできるのかやってみたいって意識がすごく高くなる時だなって思いました。でカードで見た時に入り口がワンドの2なので何か自分が正しい方法で進まなければならないっていうふうに思ってらっしゃるかもしれませんね。もしくは今やってることがもしうまくいってないとか思うように成果が出ていないとしたらこのやり方じゃなくてこっちかなみたいな、例えば宣伝活動とかにしてもねインスタじゃなかったらじゃあツイッターじゃなくて X かなとか違う媒体かなとか思ってみたりそんな感じでこれじゃなければこっちみたいなそういった試行錯誤している感じがあるのかもしれませんしご自身の中で、特にお仕事とか、これからすごく社会運が開けるっていう時だから何か仕事をしていく上で自分の優先順位っていうものをつけていかなくちゃいけないって思っているのかもしれませんね。それをちょっと選ぶのを迷っているみたいな感じかもしれません。でその何かを選ぶっていう時にその何を基準にして選ぶかって言った時にですねちょっとここまでの流れを見るとなんとなく疑っている感じがするんですよね。自分はこの職場で必要とされてないんじゃないかなとか密かに自分は嫌われてるんじゃないかなとか
たとえそれが獅子座さんのためを思って与えられたものであったとしても、なんか自分は役に立たないからこういうものが回ってきたんだとか思ってみたりっていう風に、なんだかと自分をすごく蔑んで他者に対してちょっと疑っているみたいな感じがあります。で、自分を蔑んでる時っていうのは自分の可能性も見えにくくなっているので、本当に今開かれている自分が高みに登っていくとか、前回もそうでしたけどね、なんかそういう時なんですけど、自分はそれにふさわしくないんじゃないかって自分で疑ってるみたいな感じがありました、過去に。そして今はって言われたら、なんかそういうのもちょっといいかみたいな感じで、ちょっと自分を甘やかすというかね、いい意味で自分に優しくなってるのかなって感じがしました。無理して動くとかではなく、今自分にできることをやっていこう。大きな流れで言ったら獅子座さんって本当に今いろんな余計なものを手放していく最中の時じゃないですか。特に6月末まではね。なので今あるものに感謝しようもそうだし、今の自分が愛おしいってみたいなね、そんな感じになれたらいいなってすごく思います。ちょっと自分に贅沢させてあげようみたいな、そんな感じかもしれませんね。で、そうなると強いです。本当に強いです。やっぱり意識が自分をほとんど縛ってますよね。こんなんじゃダメだとか、もっとこうしなきゃいけないみたいな、その意識から解放されると、本当に世界ってのびのびとしてくるっていうか、色鮮やかに輝き始めるみたいなのがあって、すごく自分の世界、これが私の好きな世界なんですっていうのを感じられると思いますし、その後ね、肯定ということで自分の責任感とか強さとか経験を生かして自分の世界を生きていきますみたいな、すっごく強い力強いカードが出ていますので、何か打破するきっかけがあったり、自分なりに手応えっていうものを感じられるんじゃないでしょうか。私やっぱりこれが好きとか、やっぱりこうしたいみたいな。でその後なんか急に勢いに乗っていくのかなと思ったら、なんかあんまり出しゃばっちゃいけないとか、急に橋を渡る寸前でブレーキかけたくなるみたいなのもあるかもしれません。いやー、この流れはね、ぜひ行ってほしいです、私は。だってこれ4月の前半だけじゃなくて、4月の後半もさらに自分の世界っていうのが広がるわけだから、なんか例えばですけど、4月の頭って新しい学年に変わったりとかね、年度末終えて新しい年度になった時に自分に与えられている役職ができたりとか、新しい人たちと自分が任されたりとか、またはなんかお子さんのことでも新しい学生になって先生があって、新しい保護者の方たちと接してみたいな、そういうのがあったとしても十分やっていける獅子座さんは。でその中でなんか私やっぱり出しゃぶりすぎてるかなとか、人に批判されるんじゃないかなみたいな、そういった恐怖を勝手に自分の頭の中で作り上げて、失礼しました。そして怖がっているんですけど、もうそこで怖がって止めずに行っちゃってくださいみたいな感じです、これはね。そしたら夜が明けるからみたいな、そんな感じ。なんか信号がもうすぐ黄色になるみたいな、そこで行きますか止まりますかみたいな感じで、一応交通ルールは止まりましょうになってますけど、この獅子座さんは、この4月頭の獅子座さんは行けるって感じ。もう走って行っちゃってください、切り抜けますみたいな感じがあります。でなのですごく勢いがいいです。でこの時のポイントってやっぱり過去にも感じていたように、なんか自分って本当に大丈夫とか、この私なんかちょっといい気になってないみたいな、そういうなんか自分の頭の中での誰かが観察してて自分を戒めているみたいな感じがあるかもしれませんが、それも全部自分でやってることだって気づいたら、世界はいつでもすぐに明るくなりますよね。そして対策として言われているのがですね、すごく勢いのある時だし、実際の行動力も伸びる時なんですけど、しっかり休んでねっていうふうには言われています。誰でも本当にそれはそうです。しっかり睡眠取らないと日中動けないし、無理してやって今は無理してやる時だからっていうよりも、やっぱりオンとオフしっかりと休んで、体も脳も休めるっていうふうにしないと、健全な自分のパワーっていうものは使いにくくなるので、自分の体も滞りやすくなるので、そこはしっかり休む時は休むっていう風にしてくださいっていうことと、もう一つは新しいことに携わる時って誰でも迷うと思うんです。自分の選択が正しいかなって誰でも思うと思うんですけど、
批判されてるかもとか批判されないような方法は何だろうという選択ではなく、自分が今の獅子座さんが感じる喜びの方はどっちだろうっていう感覚で選んでみてくださいね。それが正解につながってきます。そしてオラクルとして言われているのがやっぱペンタクスの7なので、何かもっと生産的にならなければとか、もっと生活で喜びを膨らまさなければみたいな感じがあるんですけど、私が今この全体を通して感じているのは、何気ない日常の中でその喜びや自分に与えられているチャンスっていうのを感じられるってすごく素晴らしいことだから、本当に何気ない日常の中にこそ自分の世界っていうものを見つけて、自分の力を出す環境がそこにあるんだよって感じがしました。何か特別なことをしなくちゃいけないっていうわけじゃないよって感じがしました。今の状態でもできることあるよみたいなメッセージかな。ちょっとお仕事のこと見てみますね。ペンタクスの8、ワンドの6、ワンドのナイトということで、このデッキで言うとね、スキルを磨きましょうみたいな感じのカードもあります。ペンタクスの8なので、自分ではなんかまだまだ時間がかかるなとか、同じことやってるような気がするなと思うかもしれないですけど、その行動の中から自分が磨いてるんだと、感性をなんか慣れていってるんだっていうことを忘れないでほしいですし、あとビクトリーっていうカードも出ていて、これはやっぱりうまくいくよっていうカードなんですね。なのでお仕事に関してご自身が挑戦したいと思っていることがあるならば、それを使いこなせるようになるまでチャレンジしてくださいと。ちゃんと最初は遅くてもいいしゆっくりでもいいからやっていくと、ちゃんとそれは自分にとっての勝利につながるよっていうふうに言われてると思いました。今ねすごい仕事ある時だし、あとその専門的な何か技術を磨くとか勉強するというのもすごくいい時なので、これは確実に自分にとっての勝利の道につながるものだなと思いました。お仕事に関して。はい、ちょっと、人間関係見てますね。人間関係、死神ですね。カップのエース、カップソードの5なんですけど、人間関係って言われた時になんか時期的になのか自然と離れていく人がいるのかもしれませんね。なんか無理やり関係性を持続させようとしなくてもいいみたいな感じがあり、なぜならば自分にとっての喜びっていうものがもう出てきてるから、カップのエースということであるから、そこを大事にしていけばいいんですよっていう感じがしました。なんか昔のなんかつながりとか何かを無理して続けていかなければならないっていうものは終えていいよっていう感じです。でもそれを終えていくのにあたってまたなんか後ろ髪引かれるみたいな気持ちとか、自分が抜けたら他の人は自分はどう思うかなとか、なんかそういう他人のね目を気にしてる部分もあるのかもしれないんですけど、今言われてるのは全体を通して言われているのは、本当に日常の中に獅子座さんの世界があり、その中で自分っていうものが何か責任を持ってやっていく、選択は自分の喜びをもとに選択していくってなった時に、他者にどうしてなんていうかな、せっかくこんなにいい自分の世界観があるのに、どうして他者の顔色を伺わなければいけないんだろうとか、しかもそれが本当にそうかどうかわからないことまで気を配って他者に気に入られなければならないんだろうかみたいな感じがあるので、今の自分を自分で認めてほしいし、それができると思います。自分の中から湧いてくるものがあるから。そして自分が一人になってしまうとか、そんなことは絶対になくて、自分から生まれている他者とつながりたいという思いがあればつながっていけます。でもなんか他者に求められる自分でいなければという思いに関してはちょっともう外していくのかなって感じがしました。はい、そんな感じかな。はい、ちょっと最後にもう一番オラクルカードを引いてみましょうか。もし何か参考になりましたとかヒントを得ましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。これかな。はい、どうですかこの優しいカード。これを見て皆さんも直感でねメッセージ受け取ってみてください。これいいですね。なんかエレメントってね、
本当に自然界の中にあるもので、しかもね4大要素って言われてますけども、日常にあるもの、それが全てだよみたいな、感じもありましたし、日常の中にこんなにたくさんの喜びがあるよねって感じもしました。はい、ということでありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。